はいどうも、かがやんです。今回紹介する商品はこちらだ。プレミアム版大限定のフリーザ第3形態になります。めちゃくちゃ楽しみにしてました、これ。箱の裏はこんな感じです。中身はこんな感じで、本体と腕組みパーツと交換用頭部かな。で、エフェクトパーツとハンドパーツが1、2、3、4、5、6、6種類と、背中の突起物と尻尾で交換用表情パーツがニヤリ顔と叫び顔ニヤリと3種類ですね。で、発光バージョンのナメック星バージョンのドラゴンボールになります。そしてこちらが本体になります。頭部がでかい。エイリアンというか、すごいな。で、肩の部分がこんな感じか。基本的には第2形態か。第2形態と一緒っぽいけど、でも、上半身だけかな。下は小さいな。逆三角形みたいな感じで、上半身マッチョの下半身がちょっとほっそりとした感じで、第2形態よりも思ったより小さいかもしれない。尻尾とこの突起物と、で、これ外して、気になる頭部の可動なんですけど、頭部が、こんな感じか。これで上下に動かして、左右が、こんな感じですね。肩アーマー部分に干渉してしまうので、こんな感じか。ちょっと上げれば、まあこういう感じで、若干下向きな感じでだったら可能ですね。上があんまり向けないのか。肩のアーマーがちょっと干渉しちゃうけど、ここまで腕を上げることができます。そして背中にこの突起物のパーツをつけて、尻尾をこのように装着すると、尻尾はですね、紀元山で切られた状態のままが、そのまま再現されています。はい、すだちで飾ると大体こんな感じですね。ちょっとやっぱり頭部と背中のパーツがあるんで、アンバランスなんで、尻尾でちょっと支えて立たせるって感じですかね。多分自立できないわけではないと思うんだけど、自立させるのが少し難しいかもしれません。はい、ハンドパーツを交換して、少し足を曲げて、原作で初登場の変身シーンか。で、登場時がだいたいこんな感じかなって。尻尾は相変わらずスタンドみたいな感じで。表情パーツの交換はこのように頭部を外して、この交換用頭部と表情パーツのこのダボ穴にはめて、こんな感じですね。こちらが通常顔と、こちらが交換用のパーツになります。あんまり変化ねえな。エフェクトパーツ用のハンドパーツになりますね。原作では唯一というか必殺技が多分名前がよくわかんないんですけど、ピッコロに何発もヒャ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 なんてやったところがそこしかイメージがないな。このエフェクトパーツを穴があるのでここにはめ込みます。はい、このようにスタンドを使って空中に浮かして必殺技をやってるようなポーズが再現できます。かっこいいなこれ。エフェクトパーツ系は多分ずっと差し込んだまま展示してると多分色移りとかするかもしれないので、一時的なものにしといた方がいいと思います。次はこちらの歯を食いしばり顔ですね。笑い顔はこのようにしっかり歯まで塗装されて、舌もしっかりくぼみがあって、目のアイプリントもこのようにズレもなくしっかりと再現できてます。顎も何気にここは若干シワが入ってて、ここなんかもしっかりシワが入っててよく再現されてます。そしてこちらの歯を食いしばり顔、こちらもアイプリント、目のアイプリントにズレもなく、この眉間のシワというか、こ
ここもちゃんとしっかりシワが入ってて、赤ですね。赤でスミレというか塗装されてます。このように刃を食いしばり顔の表情パーツとハンドパーツの開き手を交換するとこのような感じになります。はい、そしてこちらがナメック製バージョンのドラゴンボールですね。発光バージョン。これもプレミアムバンダイの限定の商品を変えてるやつと変えてないやつがあるんで、ドラゴンボールちょっと揃えるのが難しい感じですね。そして最後が、まあおなじみ。ドラゴンボールの SH フィギュアーツだとおなじみなのかな。腕組みですね。腕組みの交換パーツ。まあベジータ。最近だとトランクスもありましたけど、こちらも交換していきたいと思います。腕組み交換パーツはこのように二の腕部分から外してこちらの穴にはめ込んでいきます。はい、このように腕組みパーツをつけるとこんな感じになります。まあ、多少分割線が気になるところではありますけれども、これ可動フィギュアならではの楽しみの一つではないでしょうかね。で固定フィギュアだったらもうこのフィギュア1個買っちゃったら終わっちゃうんで、次にじゃあ気候羽打ってるポーズを欲しいなと思ったらまたそれを買わないといけないっていうのがあるんで、まあ、この辺が可動フィギュアの面白いところです。はい、そして気になるところが前回のプレミアムバンダイ限定のフリーザ第2形態と比べるとサイズ比較はこんな感じですね。これ多分ちょっとファンの間でもちょっと評価分かれそうな気がするんだけど、第3形態も割と結構体格って第2形態に近いぐらい大きかったような気がしたんだけど、コストの関係なのか、それともあえて第2形態をアピールするために、ちょっと結構このサイズが第2と第3で違うっていうのが気になるところですね。もうこれ第2形態があるってことは、これ次メカフリーザが今予約してるんで、これはコルド大王も来るんじゃないのかななんて結構楽しみにしてますけど。以上で SH フィギュアーツプレミアムバンダイ限定のフリーザ第3形態の紹介を終わりにしたいと思います。まさかね、出始めのドラゴンボールの SH フィギュアーツの頃を考えると、まさかフリーザがここまで販売してくれるとは思ってなかったんで、本当にありがたいですね。僕も結構フリーザ登場出番は確かにすごい少ないんですけど、この第3形態めちゃくちゃインパクトがあって結構好きなんですけど、ぜひドラゴンボールスーパーか、あの辺あたりでもちょっとこう、クローズアップされるようなことがあると嬉しいんですけれど、見た目は結構かっこいいんでね、書くの大変かもしれないですけど、あとはですね、ゴールデンフリーザのリニューアル再販。あの辺なんかも出してくれるとフリーザが全部揃うんですけどね。通常フリーザと第2形態と第3形態。で、最終バージョンのフリーザと、で、ゴールデンフリーザ。ナメック製バージョンの悟空のフルパワーが今度再販されるんで、フリーザのフルパワーも出してくれると嬉しいかなと思いますね。できれば、紀元山みたいなので真っ二つにされたフリーザの胴体も再現されるとめちゃくちゃいいと思います。僕の動画が良ければ評価、コメント、チャンネル登録などお願いします。それでは、さようなら。